金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。真牡蠣と岩牡蠣ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。真牡蠣と岩牡蠣。っていうことでね、今日はスペシャルな回ですね。僕の大好きな食べ物を用意しました。牡蠣って冬のイメージがあるんですけど、実はこのね、梅のつぼみがこう膨らんできたぐらい、この春か冬か、ちょっとまだ微妙かなっていうぐらいがね、身が大きくなってきてうまいんですわ。で、もうちょっとすると、牡蠣が卵を持ってきちゃいますんで、牡蠣の卵を食べると、ちょっと当たるリスクが高いらしいです。僕ちょっと牡蠣に当たったことないんでわかんないんですけどね。というわけで、今が一番美味しい時期の真牡蠣と岩牡蠣を使って、今日はオイスタープレートを作っていきたいと思います。以前一回ね、こちらの手作りポン酢の回で作りましたよね。とってもうまかったです。ほんで、今回はちょっとスペシャルなオイスタープレートにしたいなと。牡蠣以外にもちょこちょこと魚介を入れてより豪華な感じにしたいなと。海外でオイスタープレート頼むとね、なんか牡蠣以外にもちょこちょこエビとか、あとムール貝とかね、入ってたりするんですよ。なので今日はそんな感じのやつを作りたいなと思います。なので魚介を追加で買ってきました。よし、来ましたぴょっと。欲しいものがあってね、まず絶対サザエは欲しいんですよ。オイスタープレートにサザエの刺身、これちょっとつけたいのでサザエはもらいましょう。ほんでこっち来て、うわ素敵だな。でっけえ、何この赤ナマコ。映像じゃ伝わりにくいか。僕の手大きいんですけど、僕の手より大きい赤ナマコ。うわこれすごいでっけえ。ちょっと癖ありなオイスタープレート作りたいな。月日貝ね、貝柱甘みあってすごい美味しいんですよね。1籠800円、安いな。月日貝ももらおうかな。お母さんおはよう。おはよう。エビ欲しいな。車エビよっよっ。おーいいね。これアメビノのナマコもおるじゃん。すごいな。赤西貝、これめっちゃうまかったんだよな前。でけえ。これいこう。赤西もいただきましたと。ナマコいこう。おーすげえ。わ新鮮なナマコこうやってね、トゲトゲですよね。これはいい。サザエこれいこう。サザエまこんなもんかな。ということでこちらでございます。車エビですね。生きた車エビ。そしてこちら生きてる月日貝ですね。でこちらナマコです。水槽から出したばっかの綺麗なナマコです。でこちら赤西貝でサザエですね。今日はこちらのラインナップでお送りしたいと思います。さあまずこちらの真牡蠣ですね。でこの真牡蠣がめちゃくちゃうまいんですよね。こちらが長崎の牡蠣ですね。生食で食べるにはちょうどいいサイズ。このちょっと小ぶりで、こうしっかり深さがあるいい牡蠣ですね。今日の岩牡蠣がこれ三重県の鳥羽の方の岩牡蠣ですかね。ちゃんと1個ずつタグがついてますね。時期的には今真牡蠣がうまい時期ですね。で夏場になってくるにつれてこの岩牡蠣がとても美味しい時期になってきます。夏の蒸し暑い時にね、キンキンに冷えた岩牡蠣と生ビールは最高でございますよ。さあ剥いていきます。さあ身入りはどうかな。横から入れて貝柱を外して、で外頭膜を下に下ろして開けると、おおやっぱりいいわ。美しい身してますわ。綺麗だな。ほんでこう外頭膜がね黄色いタイプの牡蠣ですね。うわまだ鮮度もいいな。ここで一個プルッと味見したいとこなんですが、ここは我慢しましょう。ツヤツヤ。なんかこっからね開けるやり方もありますよね。あれやってみたいんだよな。海外の動画とかでよくこっから、あ来た開いた。あすげえ。でここで貝柱を外すと、あそうすると、これいいかも。この開け方何がいいかというと、この殻が入んない。こっからグリグリグリっと開けるとどうしてもここが粉砕されちゃいますんで、殻が入っちゃうんですよね。これいいですね。ピンノがいますね。カニちゃんこんにちは。こんな感じ。ここ行くか。ちょっとこれコツ掴んでねマスターしたいな。しっかり固定して、ここでこう、いい感じ。うわめっちゃいいわこの開け方。すげえ綺麗。これでね慣れた方がいいかも。まあでも今回の牡蠣はこう小ぶりでね綺麗なんでやりやすいですけど、ちょっと大きいやつだとやりにくいかもしれないですね。角度があるんだよな。なかなか入っていかないんですよね。こう入れて、入った。ここ入りました。入るところがあるんだよな。入ったらクッとこうテコの原理で上げて貝柱を切って、よし切れましたらパカーン。岩牡蠣はさすがにこっちからはね開けれないと思うんですよね。あれでもなんかむずいね。怪我しそうです。危ない。こっちから行きましょう。よいしょ。入った。グッ
グッと。岩牡蠣は真牡蠣に比べて貝柱が太いんでね、結構ね、ここの段階が難しいですね。せーの、パカッと。おー、いい身してますね。ちょっと早いかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ身入りいいです。ほっほっほっほ。よし、開いた。貝柱にナイフが触れちゃいさえすればこっちのもんなんですけどね、その貝柱まで触らせてくれないんですよね、なかなか。岩牡蠣はガードが硬いです。はい、こんな感じですね。ちょっと緑っぽいんですけど、これ別に腐ってるとかいうわけじゃないんですよね。こういう色です。ほんと牡蠣の腐ってるやつってすげえ匂いするんですよ。食べるときに変な匂いするなと思ったら絶対やめた方がいいですよ。僕が今まで一回も牡蠣当たってきてない理由ってそれなんですよね。あ、ちょっとやばいなって思うやつは必ず入ってます。ペッて。店屋さんであってもそうですよ。店屋さんだからといって全部安心ってわけじゃないですからね。みんなその知識のある人が牡蠣割ってるわけじゃないですから。知識のないアルバイトの子が割ってるかもしれないですしね。なんで生牡蠣を食べる際はね、本当に変だなと思ったら絶対出してくださいね。で、どういう匂いが腐ってるのって言われるんですけどね、まあね、本当一発でわかります。匂いは。腐ってるやつは。もうなんかうんこみたいな匂いします。あんまこういう食品を扱う動画でね、こういう言葉は言いたくないんですけど、本当にそれに近しい匂いがしますんで、わかります。まあでもね、新鮮なの食べても当たる方もいますよね。まあなんで一概に鮮度だけの問題というのは言いにくいんですけど、悪い鮮度のものは食べると、牡蠣に強い人でも当たりますよと。まあでも生で牡蠣を食べるっていうことは、ある程度のリスクを取って食べなきゃダメかなとは思いますよ。でもこの岩牡蠣開けやすいな。小ぶりだからかな。なんかすごく楽。それか俺がね、ある程度上達したのか。どっちかですけど。よいしょ。はい、綺麗に開けました。はい、じゃあこのように牡蠣の仕込みが終わりましたので、先ほど買ってきた牡蠣以外の食材の仕込みに入ります。はい、まず月日貝ですね。月日貝はまず赤い方。貝紐の裏に、いてー挟がった。いってー、結構挟む力が強いの忘れてました。めちゃくちゃ鮮度がいい。気をつけてください。これ鮮度がいいし、貝殻が鋭利なんで、グッといきますんで。で、月日貝は、ホタテと比べてね、この殻に対しての深さがないんですよね。どっちも。まあ、若干ね、白い方が深さがあるんで、白い方を残します。まあ、今日はお刺身で取るんで、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、赤い方からの方が、なんか取れやすい気がしますね。これあまり全国的にはそんな有名な貝じゃないですよね。でもね、今の時期とてもうまいんで、これいいですよ。値段もこんだけ入って、800円。安いですよね。はい、上殻取れましたら、ホタテと一緒ですね。紐と内臓類をここで取っちゃいます。今日は貝柱を食べますんでね。ピロッと。やっぱホタテに比べて、ものすごく白くて綺麗ですね。うわ、すごい。反発してくるな。さすが水槽で生きてただけありますね。これはうまいぞ。そしたら殻を外します。ものすごく簡単ですね。めちゃくちゃ気持ちいい。はい、これで月日貝の仕込みの完成ですね。次はナマコ。軽くぬめりを落とします。ざるに入れて、で塩をぶっかけて、さらにざるで挟んでガーッとやります。そうするとこうやってざるの網目と塩によってぬめりが落ちます。こんなもんで OK ですね。僕はね、ナマコのぬめりは表面さーっと取るぐらい派ですね。これやりすぎるとナマコなくなっちゃうんですよね。ぬめりなんて永久に出ますから。なんでまあそこまでね、神経質にならなくてもいいかなとは思います。そしたらこれ大きいので割っちゃいます。よっと。はい、お、なんだろう、卵かな、透明なやつ。で、これがナマコの腸ですね。で、この中に砂とかが入ってますんで、これをビューっと出して、で、この中きれいにまた洗うと、この綿になります。これ1匹につき、ほんとこんだけしか入ってないんですよね。はい、それでここにくちばしがついてますんで、くちばしを落とします。はい、こんな感じ。そしたら、切っていきます。今日は、ナマコポン酢で食べるというよりかは、ナマコのお刺身みたいな感じで食べたいので、割と大判でスライスします。そうだな。ギザ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 と。こんなもんで、ちょっと硬いかな。こんなもんでどうでしょうか。こうやって包丁をこうやってずらしながら切ることによって、こう切り口がこう波打つんですよね。こうすると口の中に入れた時に歯切れをサポートしてくれるというか気持ちいいんですよね。
タコとかそういう歯ごたえがあるものはこうやって切ってあげるとまた一つ面白いのかなと思いますよ。じゃあこういう風に切っていきます。はい、ナマコの仕込みの完成。次、サザエ。ほんとこのサザエの刺身って牡蠣と似たようなこの中毒性があるよな。たまーにね食べたくなるんだよな。生貝が食いてーっていう日あるじゃないですか。もうそういう日に真っ先に候補が上がるのがもうサザエ、そして牡蠣ですよね。サザエね、つぼ焼きもうまいんだけど、やっぱね、刺身が抜群にうまいんですよ。皆さん、サザエはね、刺身ですよ。でもちょっと難しいように感じますけど、めっちゃ簡単なんですよ。こんな専門の器具なくても、全然ご家庭にあるステーキナイフみたいなやつで、こうクッと入れて、頭だけ取っちゃって、蓋を外します。そしてこの赤い唾液腺をここ取ります。そしたら、塩をここにちょこっと塗って、きれいにします。で、このオレンジのところあるじゃないですか。ここを重点的に洗いましょう。なんでかというと、サザエって、このオレンジ色のところで、岩にピタッとくっついて、こうやって動いたり、あと餌を食べたりしてますんでね、ここがもろに汚いところです。なんで、ここだけきれいにしちゃえばもう大丈夫です。きれいにして。はい、もうこんなもんで OK ですね。で、これで洗うだけ。で、殻の中にまだ内臓残ってますんで、内臓を外すと。指突っ込んで、貝柱外して、くるっと。貝柱をこうやって外して、くるっと。こんな感じですね。そしたらこれは、お湯に入れて煮沸消毒。そしたら肝をこうやって外して、で、そしたらこの貝柱みたいな身のところ、ここをきれいにします。で、こういうところについてる、なんかビラビラ。これもね、取っちゃいます。これめっちゃ苦いんでね。よいしょ。こんな感じ。そしたらこの肝ですね。このぐるぐるの渦巻きのところで1個落とすと。この渦巻きより、この下のところ、このぐるぐるのところですね。ここは苦くなくてうまいです。なんでここもちょこっとだけ湯引きます。ボイル。はい、軽く火が入ったらもう OK ですね。あんまり茹ですぎない。サザエの仕込みの完成。はい、次は赤西貝いきましょうか。こいつが厄介なんだ。いきます。ここで落とす。くそダメかな。でもいいかも。来た。取れた。今回は見事にいきましたね。で、この奥にもあるんですけど、この奥のやつは湯がいちゃいます。割り切って湯がく。生で食べるのはこっちだけ。で、このね、赤西貝がね、うまいんすよね。ボイルしたらうまいのは知っとったんですけど、生で食べてもうまいんすよ。二枚貝みたいな味がするんですよ。巻き貝なのに。で、これなんかね、コメント欄であったんですけど、赤西貝って二枚貝を食べるんですって。本当かな？ちょっとわかんないですけど。ちょっとまだ調べた情報じゃないんであれですけど、らしいんですよ。だから、なんか二枚貝みたいな風味がするんですよっていうコメントがありました。と思って。確かにね、潮干狩り場とかにめっちゃおるんですよ、こいつ。そしたら赤西貝も塩振って、ここを重点的に洗います。ここが地面についてるところなんでね。ゴシゴシーっと。結構ぬめりが出るんですよ。このぬめりをしっかり取るのが、貝のお刺身を美味しく食べるポイントですね。きれいにこすって。よし、OK。そしたら塩でぬめり取ったんですけど、赤西貝ってまだちょっとぬめりが出るんですよ。塩だけじゃ取りきれないぬめりがありますんで、そういう場合は、お水にお酢を入れます。酢水を作って、で、その酢水で洗うと。そうするとね、びっくりするぐらいぬめりが落ちるんですよ。お酢の力はすごいですよ。こうやって見えますかね。ぬめりがこう固まってね、こうポロポロ取れるんですよ。やっぱこういうぬめりが強い系の魚介にはこの酢洗いが有効ですね。よし、OK。ほら、こんなに汚い汚れが出ました。そうしたらスライスしていきます。まあ、スライスの仕方は特にないですね。で、こういうちょっと油とか唾液腺が残ってましたらもう取っちゃう。硬そうに見えるんですけど、この貝ね、意外と口の中入れると柔らかいんですよ。サザエより柔らかさはあります。なので、そこまでね、極薄にしなくてもいいと思う。あんまり極薄にしすぎちゃうと逆にね、物足りない感があるんで、割とね、このぐらいでいいと思います。で、赤西貝の生のお刺身って、飲食店とかで提供してるとこ見たことないんですよね。なんで、多分なんかのリスクがあるのかもしんない。でもどうなんだろう。一般的じゃないですね。だからね、真似する方は自己責任でお願いします。ほんと知る人が知るお刺身ですね。結構ね、量も取れるんですよ。さあ、そしたらこっちは湯がき終わったかな。ちょっとまだ熱いんでね、冷まします。よし、せーの、よっと。はい、こんな感じですね。赤西貝のこの黄色いところ、尻尾のところもこれも食べましょうか。ここもね、うまいんですよ。で、ここもね、美味しいんですけど、やめときます。で、この紐っぽいところ、ここ唾液腺と油がついてますんで、ここ落としちゃって、で、半分ぐらいに切って、ボイル。そしたら最後、エビちゃんですね。車エビ。まだ水槽から出したばっかで、ものすごい生きがいいので、一度氷水で締めます。
ちょっとおとなしくなってもらいますね。はい、ある程度落ち着きましたら、尻尾の方から串を打ちます。こんな感じですね。仮死状態のうちに素早く。はい、こんな感じ。そしたら沸騰したお湯にちょこっと日本酒、お塩、そしたらまずは全体をぼちゃんとうっすら火を通します。軽く赤くなる程度ね。こんなもんですね。そしたら次はこの頭だけを熱していきます。身の方は半生で食べたいのでね。でも頭はしっかりと加熱して味噌もいただきたいので、頭と身の方で茹で加減を変えてあげるという技ですね。はい、OK。そしたら氷水にチャポーンと粗熱を取っていきます。はい、粗熱が取れたら、串から身を外して、殻を剥いていきます。生きてる状態だと剥きにくいんですけど、軽く火を通すと、こうやって綺麗に剥けます。でも中切ると半生です。これお寿司屋さんとかもね、こうやって車エビ提供する店もありますよね。そしたら背中を軽く開きましょうか。ほら、半生なんですよ。この半生加減がこれがうまいんですよ。で、これ開いた時に背わたも取っちゃう。はい、こんな感じでエビの仕込みの完成ですね。そしたら盛り付けていきましょうか。今日はこういうお皿に、はい、こんな感じで氷パンパンに入れて、ここにブワーっと盛り付けていきます。まずはベースとなるこちら、真牡蠣ですね。岩牡蠣は1、2個ぐらいかな。お次、貝殻ドーンと置いて、この中にちょっとこちらのおごのり、これを入れて、そしてここに切った貝の身を詰めていくと。よっと。今日は洋風な感じにしたいんですよね。なんで、入れ物もちょっと海外っぽくいきます。この中に生子を入れると。そしてここにサザエの貝殻を置いて、サザエをカット。でサザエにもちょっとおごのりを詰めて、これおごのり詰めることによってこれ以上身が奥に入らなくなりますんでね。よし、こんなもん。そしたら月日貝はここら辺に乱雑にいきます。海外ってね、こんな感じで乱雑に置いてあるんですよ。この感じがまたいいんですわ。ほんでそこにエビですよ。エビちゃんを乗っけていく。お、いい感じいい感じ。エビの赤がバシッと入ると綺麗ですね。そしたらいつもならね、これ芽ネギとかこういうね、菊とか入れて色合いを出したいとこなんですけど、ちょっと和風っぽくなるんでやめます。月日の貝殻をここ立てよう。こんな感じで。お、いいなぁ。そしたら仕上げ、こちらイクラですね。岩牡蠣にイクラをドサッと、こっち側にもイクラをドサッと、そしたらこちらウニですね。ウニもすくってドサッと乗っけちゃいます。そしたらこれめっちゃポイントです。タバスコを真ん中に置くと。そしてレモンですね。レモンも切っていく。でレモンもここら辺にちょんちょんと飾れば、はい、こちら本日のオイスタープレートの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。そしたら今日はソース何つけて食べるか問題なんですけど、やっぱり僕の一番好きなソースでいきます。まずはレモンですね。レモンを絞ります。これできれば国産レモンがいいですよ。ぎゅーっとこう絞って、レモン汁を作るといいですね。そしたらタバスコです。タバスコをブワーっと、半々とまではいかないんですけど、レモン汁3に対してタバスコ1ぐらいですね。そのぐらいを入れます。一応ポン酢も用意しました。うわ、幸せ。じゃあまずはこちらの真牡蠣からいきましょうか。海外みたいにこうやってフォークで食べるのがいいですよね。フォークで好きなとこ持って、でこのタバスコレモン汁にもうビシャッとくぐらせる。こちらをいただきます。うめえ、これ食べ物の王様。ちょっと待てよ、この真牡蠣がうまいぞ。やっぱこれタバスコレモンマジでうまい。うまっ、濃厚だな。でも長崎の牡蠣僕好きなんですよね。こうすっきりしてますよね。歯ごたえもあるんですけどしっかりクリーミー、そして濃すぎず
ものすごくうまい。これ熱してもめちゃめちゃうまいと思う。生でも加熱でもどっちでもいける。そんな味がします。最高ですね。じゃあ次、岩牡蠣いきましょうか。岩牡蠣。岩さんはちょっとポン酢でいきます。ポン酢で。これをいただきます。これイクラとウニ一緒にいきたいですね。うわー、うまい。これは食材の暴力だもんな。ウニ、イクラ、牡蠣入っとりゃうまいわ。ちょっと食べにくいですね。イクラとか乗せすぎました。でもね、岩牡蠣ね、ちょっとまだ早いかもしれんな。美味しいんだけど、岩牡蠣こんなもんじゃないんですよね。でももうちょっとした方がうまいかも、岩牡蠣は。朝のすきっ腹にこれいってますからね、今日。せーの、じゃん！ギネオのやつ。早く飲みたい。うわー、これちょっと、まあ、痛風になるかもしれんって言われますけど、まあ、仕方ねえかなと思います。でもね、痛風になる気配ないんすよね、まだ。まあ、いつか来るかもしれないからね、普段の食生活は気をつけます。こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ！幸せ！いきます。お次、こちら、赤西いきましょう。赤西もこのタバスコレモンでいきますか。いただきます。うまいけど、これは醤油の方がうまい。全然合ってないわ。醤油でいきますね。いただきます。うまい！醤油でいい！岩牡蠣溶いたんで、ここにタバスコレモンを置きましょうか。では、ナマコですね。ナマコはポン酢でいきましょう。いただきます。あ、うまいうまいうまい。この食べ方いい。新鮮なナマコでしかできんけど、これうまいわ。歯応えがあって。で、意外とね、大判で切ってあるんですけど、噛み切れますね。レモンタバスコはどうでしょう？合います。あ、うまい。次、月日がいきましょう。月日どれでいこうな。レモンタバスコは絶対合わないんですよ。まあ、王道の醤油かな。いただきます。うまっ！一粒に対する満足感すごいな。柔らかい繊維とね、この噛めば噛むほど甘い甘さが出てくる感じ。うまい。ホタテに比べて繊維が柔らかいんですよね。すごくお刺身に向いてるなと思います。次はサザエいきましょう。サザエもちょっとお試しでこれでいってみますか。レモンタバスコいただきます。美味しくね。サザエはもう絶対醤油だわ。醤油の一択。うまい。なんか答え出てきたな。巻き貝の生刺しは醤油で、二枚貝、これ月日貝とか牡蠣はレモンタバスコ。ここが合いますね。で、ポン酢はまあどっちも合うよっていう感じですね。じゃあエビはどうなんだい？エビいきましょう。レモンタバスコでいただきます。合わん。全然違う。で、味噌。そう、頭はちゃんと別で茹でてるんで、味噌も楽しめるんですよ。まあ、車エビは醤油かな。うまい。醤油でした。いやー、幸せだな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は2023年春バージョンのオイスタープレートを作って食べてみましたけども、美味しかったですね。やっぱ牡蠣だけじゃなくてね、ああやって他の貝もちょこちょこっと入るとより楽しいオイスタープレートになりますね。今生牡蠣めちゃくちゃ美味しい時期です。ぜひ皆さんも生牡蠣チャレンジしてみてくださいね。というわけで今日もよいしょ。バイバイ。